高齢になってギターを作れなくなって在庫処分する人がいて、そういうのを楽器屋さんから紹介してもらって購入するんです。で、ヤフオクなんかにも出てる場合もあります。だけど僕が欲しい材料っていうのは、昔のリオオリンピックがあった時に、会場を作るために古い家屋が取り壊されて、その時に出てきた古材の宝なんですけど、それが前普通に材料屋さんから手に入ったんですけど、それがとても良かったんで、それに近いような材料を見せてます。で、ヤフオクにはいろいろハカランダと書いてあったり、ブラジリアンローズウッドと書いてあったり、いろんなものが今でも出てますけども、その中で昔僕が買ったハカランダ材によく似たものだけ買ってます。そういうのってほとんど今ヤフオクには出てこないんですけど、たまにその在庫を倉庫の中を探してたらあったとかいうことでヤフオクに出ることがあります。で、そういうのを買ってます。これは僕のやってることが DIY の延長なので、これが正しいやり方だとかいうことではないですよ。制作の参考にはならないと思います。僕のやり方で、僕はこれしかやり方法がないんでやってます。そもそも DIY の延長でやってるもんですから、ギター作るの習ったこともないし、素人のまんまなんですけど、とりあえずギターの形になるようになったんで、ハカランダでなんとかギター作ってみます。やっぱ一番難しいのはハカランダで、こいつ本当に曲がらないんですよね。100度に上がってきたんで止めます。ラバーヒーターで温めて、ちょっと水分を与えて温めます。水分を与えても古材の場合は後ですぐに水分飛ぶから全然大丈夫なんです。で、結局ドライエイジングの処理に出すんですけど、そこの人が言うには、こういうの水分を与えても一旦水分が抜けきった材料にもう一回水分をしたとしてもすぐに抜けるらしいです。だから、水分を与えて曲げていきます。もうそれしか曲げる方法ないですね。ローズウッドだったらば割ともう水分を与えなくても熱を与えるだけですんなり曲がってくれたりするんだけど、ハカランダはそうじゃないと曲がらないんです。バックはできるだけ R を大きくして膨らみを大きく持たせようと思ってます。
なのでかなりこう力を与えて曲げておきます。このサイドの板、これも結構いい板で正めのハカランダです。